心の薬チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、女性の素敵な生き方みたいなお話をしたい。僕はですね、もう 見た目が分かりにくいかもわからないけども、美容師をですね、なんと40年やってるんですよ。女性の髪を切ってきれいにする仕事をね、僕40年やってるんですね。来年40周年なんですよ。自分のお店を出してですね、修行時代を入れるともう50年ぐらいやってるってことになるんですけども、僕のお客さんが高校生ぐらいでその人が成人式になるから成人式やってほしいと。その人が恋愛をして好きな人ができて結婚して子供ができて、18歳の人がお母さんになる。でその子供もカットするんですけども、子供さんが赤ちゃんの時の髪を切って筆を作ったりしてあげたりするんですね。でその子供もずっと一緒にカットしてるんですよ。だからなんと月日は長いもんで、47年やってると、お母さんの着た振袖を自分の娘さんが着るっていう。だからお母さんの成人式の時の和服を本人が着るっていうね。それも僕たち担当させてもらって、そしたらなんとその人にも好きな人ができて恋愛して、なんと子供ができる。18歳の少女がおばあちゃんになったっていうことですよね。これちょっと言うと女の一生みたいな、女性のね。それを僕ずっと美容師って2ヶ月1回ぐらい会いますからね、ずっと2ヶ月1回会って、その40年ぐらいの一緒に歩んできたっていうかな、そういう人がいるんですよ。最近になって分かったんですけどね。若い時はそうでもないんだけども、どんどん素敵に美しくなっていって、今が一番いいんじゃないかと。若いおばあちゃんやけどおばあちゃんとは言えない、今が一番女性として輝いてるんじゃないかっていう人たちの女性たちと、もう一つはですね、若い時は意外と綺麗で可愛かったのに、どんどん老けていってというかね。で結果的にこんななっちゃった、アンハッピーな感じ、輝いてない感じの女性群と2種類いるんですよ。僕それでね、ちょっと分かったことがあるんですよ。その何十人かの人知ってるんで、なんとですね、ある法則っていうか、これが問題なんだと思ったことがあるんですよ。それはね、年を取れば取ることに輝いてる人はですね、漏れなく仕事をずっとやってる人なんですよ。そうじゃない方っていうのは、結婚しても仕事をしない、人前にあまり出ない、仕事をしない人はそうなってるんですよ。で僕考えた。でも答えは分かった。それはね、仕事をするっていうことはさ、常に朝起きても今から出勤しないといけない、メイクしないといけない、あの人に会うかもしれない、今日何を着ようか、言い方は変ですけど下腹に力が入るというか、ちょっとやっぱ緊張感で一日過ごしますよね。仕事しない方っていうのは違うでしょ。あんまり人に会わなくてもいいしとか、会ったとしても気にしなくていいしっていう人は、自分を見られてるっていう意識がなくなるんですね。これが大きな問題だと思うんですよ。でもっと掘り下げて言うと、仕事をしてればいいのかっていうとね、またこれ違うんですよ。仕事してても人からどう見られたいと思ってない人、もしくは相手こう言ったら喜ぶんじゃないかな、こうしてあげたらお客さん喜ぶんじゃないかなっていうふうに、いつも頭を使っている人、脳をシンキングしている人、要するにいつも考えている人は、多分心も体も活性化していくんだと思うんですよ。素敵になっていくと思うんですよ。常に考えながら仕事をするから。だから仕事しててもあんまり素敵にならない人って考えて働いてないんですよ。ちょっと言えばもう何も考えなくてもいいような、もうほんと時間でただ同じことを繰り返してやってる。そうすると考えないので結局頭はシンキングしないでしょ。そうすると体も活性化しなくて、結局若さを維持できないっていうか、細胞レベルの話ですけどね、そうなるんじゃないかと思うんですよ。どうですか皆さん。僕ね、本当くぶくりんです。ほぼやっぱり女性が年を取ることに輝くっていうのは素晴らしくないですか。素晴らしいですよね。その女性自身もハッピーですし、そのご家族もみんなハッピーじゃないですか。でもっと言うなら健康にもなってるはずです。きっとそうなってるからですね。人と会う時にどう見られたいのかとか、その人に会った時にこういう言葉をかけたら喜ぶんじゃないかなとか、この時こうして差し上げたらきっとハッピーな気分になるんじゃないかなっていう、
常に考えるっていうことが女性自身を輝かせるっていう、ただ本を読んで言ってるわけじゃなくて、何十年もの間何千人何万人というお客さんを携わってきた体験談からなんでですね、これは結構当たってるっていうか、ためになるっていうか、ぜひ皆さん今日女性の方が聞いておられるんだったら、そう思って仕事をやられたらいい。相手のことを思ったりしながら考えて働くっていうことがもう体全身にいいんだっていうこと、もしくは仕事をするっていうことが素晴らしいことなんだっていうこと、それをこう思い出して仕事してもらいたいですし、男性の方が聞いてるとしたら、皆さんの大切な奥さんとかお母さんとか彼女とか妹とか、そういう自分の周りの女性の人たちに伝えてほしいんですよね。これ仕事って今なんとなくお金をもらうための行動みたいな感じに思われてるけど、あんなに変わるんですから。40年で年を重ねれば重ねるほど素敵な人になる、そんな人生を送ってください。じゃあまた会いましょう。さよなら。